はい、こんにちは。山下夏美です。今回はですね、ライディングのちょっと解説をメインでね、こういう波だったらこういう乗り方だよみたいなのをちょっと喋りながらね、できたらいいかなと思ってます。基本は流し波の波が多いです。解説は今回。で、あとはね、その中でラップとかが来たら、ラップについてもちょっと軽く喋ろうかなと思ってます。ぜひね、最後までご視聴よろしくお願いします。で、早速ね、喋っていくんですけど、映像の日はですね、これ流し波が結構メインな感じとなっております、今。で、テイクオフの位置は、毎回変わらず意識してるのが、できるだけ手前の奥までは行き過ぎないっていうことを意識してます。ノーマルドロップに関してですね。手前の方で置くかつ、長めに、前目に、板をちょっと真下に置きすぎずっていうのは常に意識してることですね。で、あとはこの流し波の時の乗り方は2種類あってですね。一つ目は、縦に入る方法。完全に縦に入る。ブレイクのところに合わせる感じですね。これとかは、ちょうど左右同時に割れてきたからラップ側に切り返しましたけど。流し波の時は、こういう風にまっすぐ縦に入って、このブレイクが割れてきたところにちょうど合わせる。っていう方法と、斜めに走って追いかけながら取る方法の2種類がありまして、使い分けはですね、ブレイクの速さとかにも寄ってくるんですけど、ゆっくりな波だったら、早めに出て、まっすぐ入ってあげる。ただし、その代わり、回す角度はその分多くなっちゃうんで、斜めに走った時より。それなりにちょっと難易度、レールワーク、技術っていうのは必要になってくるのかなと思います。で、この縦に入った時のメリットは、ゆっくり割れてきてくれるときと、左右同時に割れてきそうで、どっちに切り返せばいいか分かんないときですね。そういうときに結構使えます。そういうときにラップにすぐ切り返せる場合もあるっていうのがメリットかなと思います。で、はい。映像がね、変わりまして、ちょっとややブレイクの速い波ですね、次は。で、ブレイクの速くて、ちょっとパワーがないちっちゃい波。こういう波結構あると思うんですけど、理想はですね、こういう風にアウトから取って流していくっていうスタイルができれば理想。ただなかなかそれはですね、全員にやってくださいって言っても、なかなか難易度の高いことだと思うんで、こういう風にブレイク速いときは、ちょっとテールを踏んであげるのはだいぶ意識してますね。まずノーズが刺さりやすいっていうのが1個あるんで、で、あとは、レールワークについてなんですけど、ターンの仕方的に、一発で早く回すと、その勢いのまま刺さることがあるので、早めにターンは開始するけど、ターンのスピード自体はゆっくりめ。っていうのを意識していただけると、こういう波の時とかには、処理がしやすくなるんじゃないかなと思います。できるだけターンの開始は早めにすることで、どんなに速い波とか、どんなに巻かない波とかでも、確実に板の向きをラップ側に返せる。流し側に返せるっていうことができるので、できるだけ下で早めに。でも、勢いよく回しすぎない。っていうのは、ブレイクが早いときは意識してます。あとは意図的にね、スプレーを上げるときに、素早く回したりとかはしたりするんですけど、最初の初中級者あたりの人であれば、あんまり意識しないでもらって、そこは。とにかく、ターンの開始を早めに行うかつ、
ターンのスピードはゆっくりっていうのを意識していただければいいかなと思います。で、上級者になってきたら、ターンだけ速くして、板の向きがですね、陸側に向いた時点で、ちょっとテール踏んで待ってあげるとか、そういうこともできるようになるかなと思います。この辺ちょっと波遠くなってるんですけど、このアウトアプローチの時にですね、これ今1枚ギャップ越すんですけど、ここで。この膝の今、抜き ?2 回膝を抜いてね、今上下に動いたのがわかるかなと思うんですけど、その動きができるとですね、かなりアウトにも取れるようになるかなと思います。地味に重要なテクニックですね。アウトを狙うにおいて。あとは膝を内側と外側みたいな感じで入れたり抜いてあげたりみたいなこともできたりはするんですけど、とにかく膝をこの脱力させてあげることで今みたいにギャップ超えたりとか、ちっちゃい手前に段があるような波とかに対応ができる風になるんで、そうするとですね、アウトのメイク率が上がると思うので、その辺練習していただけるといいかなと思います。さあ、ここからちょっと流し波なんですけど、またちょっとこれね、さっきあんまり触りしか喋んなかったちょっと斜めアプローチの部分もね踏まえて喋っていこうかなと思います。斜めアプローチ実はラップの時にもすごい使えるんですけど、僕がやっぱり一番役に立つなって思うのはやっぱり流し波の時にですね、かなり使えまして、流し波で斜めに走る時っていうのはもう明確に流し波しかない時っていう時に主に使える技術で、これはちょっとやや縦に入ってるんですけど、ラップか流しか分かりづらい部分があったんで、で最後ややブレーキが全体で広がっちゃうから今のトリックコンプリートみたいな感じなんですけど、そうすることによってですね、ライディングに余裕が生まれるんですよね。こういう風にスピナーかけたりとか斜めに走れると、そこはですね、ちょっと縦に入る場合と斜めに走る場合はですね、もう感覚でちょっとブレーク速そうだなっていう時は斜めに走ったりとか、思ったよりピークがこっち側にずれたとか、そういうちょっと予想外ぐらいな感じで波のピークがよれた時に合わせてあげるといいんじゃないかなと思います。斜めに。あと斜めにやっぱ走ることのメリットってやっぱ回す必要のある角度が少なくなるってことなので、最初のうちはやっぱり斜めに走ることすごい重要かなと思います。流し波の時だったら特に加速するしね、一気に。今ちょっとフレームアウトしちゃったけど、一気に加速してんで、今のターンで。こっから速い波の時とかにも対応ができるっていうのがこの斜めアプローチの利点かなと思います。あとトリックかけるゾーンかな、流し波だったらちょっとやや上級者向けになるんですけど、これはこういう風にテイクオフしてターンして、今このターンした直後に一回腰を落として余裕が出たタイミングっていうのがトリックのかけどこで、こういう風にターンして、ここですね、一回落ちた部分、膝を落としたって言った方がいいかな、ターン直後に。そこからのタイミングで板が安定したタイミングっていうのがトリックのかけどこですね。例えばまかない波とかだったらエアーで降りるであったりとか、スピード感が出るけど最後チューブにならないなみたいな波だったら、例えばスピナーで流してあげるとか、そういう使い分けができるポイントっていうのが同じようにあるんで、この流し波の中だったらその辺をですね意識していただけると、トリックのレベルもね流し波で決められるぐらいにはなるかなと思います。
最初のうちはですね、ちょっとそのタイミング慣れないとは思いますけど、慣れてくると確実にできる技術の一つになるんでね。今回参考になったかななってればいいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。